にちは。今回は瑠璃の宝石第7話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。こういう知識系作品の主人公としてはこっちの方が向いてそう。こういうのは無知を話の軸に持ってきた方が読者に理解させやすい。金のさじ、もやしもん、ムームー、このキャンプしかり。スレイヤーズのガウリーがそういうポジションで魔術に疎いキャラって設定してたっていうね。でもなんかやりすぎて頭がクラゲになっちゃった。何にせよ研究職は大変だろう。でも就職はどうするんだろう。絶対食えないよな、こんな研究してても。でも研究者はいるから食えてはいるんだろう。狭き門なんだろうな。瑠璃の宝石とはガラスのことなのか。新キャラいきなり参加していきなり馴染んでる。パパの仕事より趣味ってそんなにショック受ける発言か。小さい頃言われるとまた違うんじゃね。こいつも正式メンバーの一人になるのか。いや、普通に大学に行けばいいだろう。増えるかどうかは別として、本題みたいなものか。学生まではいいけど就職は辛いで。やりたいことあるって幸せなんだぞ。やりたいことつきたい仕事なんてほとんどの人がないんだから。全くもって40も半ばだってのに流されるまま仕事にも情熱を持てずこのまま死んでくのかと思う今日この頃。生活とアニメのためだけに今の仕事30年以上やっているわ。いつも唐揚げだな、このアニメ。この赤いのかわいいな。海でゴミ拾ってただけなのになぜこんなに面白いのか。しかし7話からってちょっと遅い。特殊エンディング素晴らしい。新キャラだから特殊エンディングか。エンディングで中が進展してるんだが、2回も海会あって凪さんの水着がないとかさ。瑠璃ちゃんは同級生より2歳くらい下に見えるな。仲良くなってくと古代ジェストかよ。特殊エンディングで絵だけ見せて説明は省くといいと思います。絵で見せるのいいね。新キャラの子、もっと性格きつい感じかと思ったらそんなこともなかったな。天文とか鉱物とかは研究職以外働き口ないからな。天文台とかケーキ屋の方がまだ多いのかな。うまいわ、作り方。瑠璃の宝石、友達、敵にもあるのか。まるで最終回のようなエンディング。インストの特殊エンディングも風情があっていいね。同志の有無は大きい。エンディングの友達できた翔子ちゃんよかったな。原画の名前の適当さがロックマンを思い出す。冒頭のピアノ BGM、翔子の幼少期と高時、2曲ともに極めて透明感があって綺麗だった。当然新曲だ。内容的にもここまでの話数で飛び抜けて好きだね。初のインストゥメンタル特殊エンディングなのも納得の回。低音ボイスにちょっと影のある感がいいな。翔子は瑠璃にガラスだと指摘した時の逆光の感じも、そんな翔子が周りの人たちに対して閉じた心が開いていく様子が心を打つ。凪の私も参考に一つ欲しいのだがのポーズがここまでの話数で一番可愛いのだが。まったく、伊万里さんは最高だぜ。伊万里さん大活躍会。まさかガラスの勉強にもなるなんて。瀬戸翔子のための回だった。兄よりの水着会、いいと思います。水着着た。今日は今日で作画に癖が強いな。意外とある瑠璃。どう見ても小学生なんよ。瑠璃ちゃんもアマートランジスタグラマー。波がないが海なのか。学校帰りに海とかすげえな。さすがバインド。ヤンキーちゃんの水着がガチすぎる。こんなビキニのみの女の子なんていなくなってしまったな。みんなラッシュガード着てる。これは落ちたな。あらあら。凪さんの大学、立教大学説。大学で鉱物の研究なんて実家も体も太くないとできないだろ。レズ特有の大胆な告白。鉱物の研究者になりたいんです。大学の先も考えないと。やりたいこととやるべきことが一致した時、物語が始まる。鉱物研究がやりたいです。大学紹介しなくてよいのか。うち来いよって。同学年同学校から2人スカウトするには枠が。パパ許しませんよ。一仕事にするなって言ったよね。瑠璃と翔子が入学する頃には
この2人はいないかもしれないのか。なぎさんは人生何周目だよ。タイトル回収。瑠璃証拠。何この綺麗な演出。瑠璃も針も照らせば光る。もう仲良くなっとるやんけ。あかん神アニメかもしれん。毎週最後まで演出が良すぎるわ。これ来週はもう普通についてくるのかな。幼少期の黄色いガラスと今の瑠璃ガラスが並んでつながったんやね。加入する話全部すっ飛ばしたのか。とんでもない名作アニメなんちゃうかこれ。瀬戸ちゃんかわいいな。Y のお嫁さんになってほしい。Y がクソアニメ集めて瀬戸ちゃんが石を集めるっていい関係やと思うんやけど。仲良くなってるというか、マジで本編後のアフターストーリーみたいなものが描かれてる。瀬戸さん、研究者志望です。大学生にリスペクトあります。知識あります。瑠璃、宝石目当てです。伊万里さんのことバカにしてます。知識ないです。でも瑠璃の方が人懐っこくて可愛いからいろんな研究者に気に入られていろんなことやれるんだよね。これなぎさんがロリコンだから瑠璃は優遇されてるけど、どう考えても瀬戸さんこそ育てるべき。伊万里さんはフィールドワーク出たら瑠璃にバカにされてたから今回は楽しそうやったな。おそらくに気がないのが本当に惜しい。なんちゅう満足感なんだ。映画でよくあるエピローグエンディングみたいなの。こんな地味で真面目な作品をよくアニメ化しようとしたな。あやねるっぽいかと思ったが翔子ちゃん知らない声優さんだった。完成度の高いアニメだな。マジで10年に1本の出来やな。翔子ちゃんのが将来性あるし、瑠璃じゃなくて翔子ちゃん連れてくか。3話までに視聴者を捉え、7話に一番クオリティが高いエピソードを持ってくるそう。そして11話でショックを与えてくる。テレビアニメには7話勝負回の原則があるという話を聞いたことがある。ちょっとこの7話だけクオリティず抜けてるな。原作ではもうやってる先の話とちょっと合体させた感じなのかな。原作欲しくなってきたな。やっぱ買うか。神回しか作れないのかよ。見入ってしまった。7はいくらなんでも神回すぎでは。ちょいちょい出てた瑠璃のクラスメイト翔子がようやく登場。かつては誰にも理解されなかった石への関心を共有できる仲間ができて本当に良かった。瑠璃も新しい友人が増えてこれからさらに楽しくなりそう。今まで一人でやってきた翔子ちゃんが話せる、理解してもらえる、相談できる人に初めて会えたのか。よかった。エンディングで瑠璃と仲良くなって大学に遊びに行ってるけど、次回からはメンバーとして一緒に行動する感じかな。今回も瑠璃ちゃん可愛かった。アバンに原作第5巻にある瀬戸さんのちっちゃい頃のエピソードを持ってきたり、原作以上に瀬戸さんに寄せた作りの回だったが、いい改編だったと思う。瀬戸さんのお母さんは可愛いな。こう毎回思うけど今回のような家族にも分かってもらえない夢を認めてもらえる出会いとかやるみたいな作品はそれこそ NHK とか民放夕方とかで子供たちに見てもらうべきだと。いや、瑠璃の宝石はなぎさんのボディがネックか。ガラスを拾ってた瑠璃ちゃんに遭遇したというきっかけもあるけど、瀬戸さんが勉強や好きな気持ちを持ち続けてたからこそではあるかな。それと伊万里さんに研究者になりたいことを話せたのも大きかったかな。石に魅力された翔子、母と話す会話。自室で目覚めるとき、印象的に外光や朝日の輝きが照らす。引き出しにしまった輝く石と翔子の気持ち。引き出しには光が照らされている。アバンから最高だな。海岸で見つけたただのガラス片に自然と人の営みのかけがえのない、もしかしたら今だけかもしれない証を見つけられるという話に不思議と感動させられた。瑠璃ガラスで出会う瑠璃と翔子というのも素敵な組み合わせだ。仲良くなっていくには時間がかかる点をエンディングダイジェストでちゃんと語る。お話の構成考えた人すごすぎるだろ。これで次回から好感度マックスになっていても違和感はない。昔は価値のなかったガラスが時を経て新しい価値が付与されて目の前に現れた。埋もれていた思いを今掘り起こしてくれた人がいたという。シーグラスが翔子さん自身の情熱と重なるいい話でした。研究の道に気づいた時、エンジンがかかるのもいい演出でした。今回はというか
今回も素晴らしかったな。今までの原作には構成を翔子さん登場回の1話のみという変則で、後半に行くにつれて情感が高まっていく演出も良かったし、相変わらず夕日の光景が良すぎる。ガラスの質感なんかも良かったです。多様性が号令のように叫ばれるようになって以来、好きを妥協しないこと当たり前になったような気がする。しかし実際それを貫くには一定の孤独がつきまとうわけです。けれどどこかに好きを共有できる仲間はいる。青いガラス、瑠璃がつないだ実に素敵な物語でした。幼少期に見つけた石と同じ輝きを4つの瓶の光が放つ。それはあの時翔子が一人で抱えていた石への情熱を今は皆が同じ気持ちで抱えていることの表現。鍵をかけた引き出しは翔子の心、開いたそこには瑠璃のガラス。エンディングラストまで見せる最高の演出回、完璧です。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。